皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今回は白の描き方ということで、このソフトクリームのような白いものを描く時のコツをお伝えします。まず最初にお伝えしたいことがあります。それは白は白くないということです。っていう感じですが、例えばここ、使った色はこんな色です。一番白っぽいここでもこんな色をしています。この色って皆さんが思い浮かべるいわゆる白とはちょっと違いますよね。今回は白いものを描く時のものの見方や捉え方を説明しながら、実際に白いものを描く時の描き方を紹介しようと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。それでは下書き、線画、下塗りの様子をご覧いただきながら、冒頭で言った白は白くないということを説明します。そもそも色というのは人の脳が判断します。周囲との対比や光の環境を手がかりにその色を判断するのです。周囲の状況からこれは赤だ、この光の中では青っぽく見えるけど実際は別の色だと瞬時に補正しているんです。例えばこの写真、リンゴは赤く見えますよね。でも実際の色はこんな色です。またこんな経験はありませんか？夕焼けのオレンジの光の中で白い紙を見てもやっぱり紙は白に見える。実際にはオレンジ色の光を浴びているのでこんな色をしています。でも脳が光の環境を手がかりに白と判断しているんです。これは色の恒常性という心理現象で、人が物を見るときには必ず働いています。人は色を見るときに無意識に脳内補正をしているんですね。絵を描くときはこの心理があることを理解して逆に利用しましょう。今は白く見えているけど本当に真っ白なのかなと疑ってみるのです。この雰囲気だと白はこのくらいのトーンじゃないのと考えてみましょう。例えばこの絵は暗い雰囲気の絵だから白はグレー寄りで描こうと客観的に色を選ぶのです。これが白は白くないという意味です。白という思い込みを疑って振り払って自分で色を決めましょう。ではそのやり方を実践してみます。白いソフトクリームの下塗りをしますが、早速白くはないことを念頭に置いて色を選びます。このクリームの中の中間色を狙います。だいたいこの辺の色、このくらいの色を選んで単色で塗りつぶします。ちょっとイメージが違ったので色合いを調整。こんな感じの下塗りにしました。私の描き方として、まず中間色で下塗りをする。次に濃い部分、暗い部分を描く。明るい部分を描く。最後にハイライトやツヤを描き込むという流れで描くことが多いです。ではその流れで白いクリームを描き込んでいきます。下塗りした中間色にまずは色が濃い部分を描き込みます。暗い色といっても単純ではなく、様々な色を使って暗い部分を描き込みます。参考写真がそうなっているからというのもありますが、暗い部分は複雑な色合いで描くことが多いです。この絵の場合、店内照明の暖かい色合い、外光の冷たい色合いが同居しています。それに加えて上からシロップがかかっているので、その色もあります。それらが絡み合うように濃い部分、暗い部分を作っているということを頭に入れながら書き込んでいます。この時点ではクリームはまだ白くは見えませんね。では明るい部分を書き込んでいきます。選んだ色はこんな色。ここでも真っ白は選ばずに光の色を意識した色を選んでいます。
艶を書き込みます。選んだ色はこんな色。シロップを書き込んで、ハイライトの艶を書き込みます。今回の絵で一番真っ白に近い白を選んでいます。次の場所に移りました。まずは暗いところ、色の濃いところをさらに書き込みます。艶を書き込みます。ここでも色選びは慎重にしています。クリームの一部分ができました。いろんな色の組み合わせで書き込まれていますが、全体として白く見えますよね。これが色の恒常性という心理現象です。では、クリームの他の部分も書き込んでいきます。同じ書き方で進めます。まずは暗い部分、色の濃い部分を書きます。次に明るい部分を書き込みます。艶とハイライトを書き込みます。はい、ソフトクリームが書き終わりました。ちゃんと白いクリームになりましたね。白の書き方の解説はこれで終わりです。ここからは他の部分の書き込みをご覧いただきます。そもそも色というのは光があるから見えるものです。光は連続した色の帯、スペクトルを用い、一般的に赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の7色に分けて表されます。それぞれの光が物体に当たり、反射した光が私たちの目に届くことで、その物体の色を感じています。例えば、イチゴは赤い光を強く反射し、それ以外の光を吸収するために赤く見えます。今描いているデニッシュは赤や黄色を中心とした暖色系の光を反射しているため、焼き色のような黄金色、つまり焦げ茶に近い色に見えるのです。この視点で考えると、白という色は全ての波長の光をほぼ均等に反射している状態です。言い換えれば、白には全ての色が含まれているとも言えます。そう思うと、私たちが白と認識しているものの中には、実際には多様な色が潜んでいることに気づきます。様々な色が絶妙に混ざり合って、一つの白が生まれているのです。だからこそ、白はただの白と思い込まずに、この白の中にはどんな色が隠れているだろうという視点で見てみましょう。絵を描くときは、知っているつもりを一度脇に置いて、思い込みを外し、目の前の色や形をありのままに観察することが大切なのです。ということで、絵ができました。今回は白の描き方、白は白くないということを解説しましたが、いかがでしたか？ご意見や感想などあったら、ぜひ一言でいいのでコメントに残してください。この動画が面白かった、
ためになったと思ったら、高評価ボタンをお願いします。応援してもいいよという方は、チャンネル登録もお待ちしていますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。